いきなりですがバイク買っちゃいました。とっても快適です。こんにちは、まさおみです。前回動画にした免許書き換えが無事に終わったのでバイクを買ってみることにしました。今回はそのバイクを購入した時の様子を動画にしたいと思います。それではゆっくり見ていってください。レッツゴー。まさおみチャンネル。はい、今日はですねバイクを買いに来ましたよ。これから行ってみます。さあ行ってみましょう。今回バイクを買わせていただいたお店はこちらになります。店長さんがとってもいい人なのでおすすめです。さあ中に入ってみましょう。入り口にはたくさんのバイクが置いてあります。こちらはアメリカンクルーザータイプのバイクですね。これもかっこよかったんですけどね。このバイクも日本ではあまり見ないメーカーのものでした。その他にも日本ではあまり見ないバイクがたくさんありました。今日はマレーシアの友達に付き合ってもらってきました。とっても感謝です。もう取ってあるんだ。この店では販売だけでなく修理の方も行うので、とっても安心して買うことができました。空いてるスペースで修理をしているようです。もちろん日本製のバイクも取り扱っておりますが、他のメーカーに比べて割高でした。それだけ品質がいいということなんでしょう。こちらもなかなか見ないメーカーのバイクですよね。これはスクータータイプです。オイル交換などもやっているようです。ナンバーの申請や保険の加入の手続きもその場でやってくれますので、とっても安心でした。 SYM は日本でも有名なメーカーですね。このバイクは初めて見たメーカーなのですが、どことなくハンターカブに似てるような気がしました。ハンターカブを意識して作ったのではないでしょうか。これも安かったですね。このバイクは日本円で8万円ほどで購入ができるようです。スクータータイプも楽なんですけどね。マレーシアではアンダーボーンという種類のバイクがとっても人気です。東南アジア版のカブと言ったら分かりますかね。こちらはスクータータイプのバイクになっています。高機能で値段は日本円で30万円を軽く越してました。こちらはバイクの後ろにつけるケースですね。このケースあると便利なんですけどね。つけるとどうしてもかっこ悪くなります。こちらは日本でも販売されているバイクですね。スクータータイプのものになります。 USB なんかもついていたと思います。鍵がいらないのが便利なんですよね。
こちらも高機能なスクーター、日本円で40万円ほどです。マレーシアでは日本のメーカーはホンダよりもヤマハの方が好まれるようです。理由は分かりませんが、ヤマハの方が人気がありますね。それでは私が買ったバイクを見てみましょう。こちらが私が新車で買ったバイクになります。ナンバーの方は新車ということでお店の方がしてくれました。ありがたい。最終的な整備が終わったら乗り出しです。さあ見えますでしょうか。この辺に110という文字が出ておりますが、 110cc のバイクになります。で、おそらくあまり馴染みのないものになっていると思いますが、こちら W モトというですねメーカーになっております。はい、W モトというメーカーのバイクを買いました。前はねですねディスクブレーキになっておりまして、こちらギアチェンジがカブ、日本でいうカブですね。カブと同じような方式を使っております。もちろん2人乗りもできます。はい、ステップありますね。で、注目してほしいのがこちらですね。こちらはですね、マレーシアでバイクを乗る方であればほとんどの方がつけてると思われる前のカゴです。で、ここにですね荷物を入れたりできます。結構これがあるとね便利なんですよ。まあかっこいいとかかっこ悪いとかは抜きにして本当に便利になります。ですので私もこれをつけていただきました。ちょうど後ろに見えるのがモスクですね。まあもう簡単に説明させていただきますが、スマホホルダーとあと、メーター W モット、ちょっと走りました。で4速ギアのものになっておりまして、ガソリンはおそらく6リッター入ると思われます。本当に最低限の装備です。ライト、ホーンですね、ウインカー、ハイビームですね。このような感じです。パッと見は日本でいうスクーターなんですけれども、こちら 110cc ということで、マレーシアでは高速道路にも乗れます。しかもバイクは高速道路無料なので、気軽に乗ることができます。あとですね、こちら注目してほしいのがこれです。これがあることによってかなり積載量が増えます。どうでしょう。ほとんど現地の方はですねこのような株方式のものを乗っております。すごい便利です。はい、ちょっとじゃあエンジンをかけてみましょう。もちろんセルなのですぐ簡単にかかります。はい、こんな感じです。あとこのシートカバーも、つけました。マレーシア暑いのでかなり蒸れるので、これがあるだけでだいぶ違うと思います。どうでしょう。もう見ていただくとですね、ボックスあって、もちろんこれ背もたれになるので2人乗りも楽にできますし、前かごもあるし、マレーシアンスタイルで前かごもあります。本当またがってみるとね、もう本当に無駄なスペースがないので、かっこよさなどを気にしなければかなり実用的なバイクだと思います。はい、こちらナンバープレートになります。ですね、ナンバープレートにももうお店の宣伝がされていてですね、見えますか。こちらお店の宣伝です。なかなかアピールのいい
はい、ちょっとですね暑いので戻ってきました。家の方に着きました。今回バイク屋さんからプレゼントされたものとしましては、こちらのロック、ホイールのところにですねつけるものになっております。はい、あとですねこのヘルメットもプレゼントでございます。このステッカーは、ついていませんが、このヘルメットはプレゼントされました。通常でしたら80リンギぐらいするとは言ってましたが、本当のところはどうだかは分かりません。はい、あとですねプレゼントされたものとしましてはこちら、バイク屋の社名が入ったカッパです。かなりアピールがすごいです。結構でもタダでもらったにしてはちゃんとポンチョかな、ポンチョになるのかな、いやポンチョですね、ポンチョになるようです。こんな感じ、こんな感じのポンチョです。今回このバイクを買った経緯なんですけれども、車を買おうかバイクを買おうか迷ったのですが、私は独り身ということでですねバイクの方にしました。車はねマレーシア高いんですよ。とっても高いのでバイクを買うことにしました。そしてマレーシアはとても暑いので風を受けて走るということがとっても気持ちいいです。ただスコールには気をつけないといけませんね。マレーシアでバイクを乗るときは信号待ちの時には車を追い越して車の前まで行くことが多いです。ただ信号無視をするバイクもかなり多いので運転をするときには気をつけてみてください。この車種を選んだ理由なんですけれども、もちろんヤマハやホンダ、日本製のバイクもあったりして、その他のメーカーでもかっこいいバイクあったのですが、実用的な移動、そして積載を考えてかっこ悪くても実用的なものを選びました。そしてマレーシアではですね、先ほども言った通り高速道路にもバイクは無料で乗れますし、どこかのモールに行く場合も駐車場はバイクはタダなんですよね。そういうことをいろいろ考えましてバイクを購入することにしました。このバイクの代金は日本円で12万円かけるぐらいなんですけれども、いい買い物ができたんではないかなと思っております。そしてマレーシアにいつまで入れるかわからない私にとっては、高級なバイクを買うよりも安くて実用的なバイクを買った方がいいのではないかなということで今回の決断に至りました。おおよそ1ヶ月ぐらい乗っていますが、特に壊れることもなくですね、12万円かけるぐらいの料金ですと1年間毎月1万円のローンを組んだと思えばとっても安いと思います。とにかく行動の範囲が広がることがとっても生活にとって便利になりました。 110cc ですとやっぱり遠出をすると疲れますね。その時は駅までバイクで行けるので、それだけでも全然生活が変わります。今回はマレーシアでバイクを買ったお話をさせていただきました。それでは最後にマレーシアサイバージャヤの風景を見てお別れいたしましょう。正臣でした。バイバイ。